今回は、蝶の雫、と題して、フックピアスを作る動画で、鉱石風の、透明感あふれる作品となっております。レジン液は、パジコさんの、星の雫を使用。着色剤はいつものように、宝石の雫を使う。そして、パープルを、どちらのパレットにも投入。片方だけ、ブラックを少し混ぜる。色の濃さの違う、パープルを2色、用意したら、しっかりと、エンボスヒーターで炙る。さて、今回は、鉱石風モールドを使う。ちなみに100円ショップの、キャン、ドゥで購入したらしい。そういえば奥さん、最近100均に行ってないなぁ。というか、まだまだコロナが流行ってるから。おうち時間を、いかに楽しむかが課題やね。僕はまあ、家の中を走り回って、よく叱られるのが日課。先日勢い余って、パソコンのキーボードに飛びついて、その時に、編集したデータが消えてしまったとかなんとか。ご主人が、がっくり肩を落としてたけど、登校遅延は僕のせいではない。ということもない。かもしれない。久しぶりにここ数年で、一番叱られた。辛い。まあ、僕をたくさん叱ったご主人を。奥さんが成敗してくれたのは、言うまでもない。データが消えてさらに、夜ご飯が減っちゃったご主人。誰か癒してあげてください。なんちて。この蝶、キラキラしてて綺麗やね。購入先は100均の、ダイソー。直近では、この作品にも、蝶のシールを使ってるよ。ちなみに奥さんは、シェーカーにも興味があって。過去に、何回か作ってるので、興味のある方は、後で見てくれると嬉しいなぁ。さてさて喋ってる間に、どんどん作業が進んでるけど、今回の作品制作の、ポイントは、モールドを傾けて、着色したり、硬化したりするところかな。意外とよく使われる、傾けながらの作業法。覚えておいて損はないから、みんなも使ってみてね。ちなみに、鉱石風作品といえば、こちらもおすすめ。キラキラ光る鉱石と、地層を表現した作品4。今回は以前の鉱石とは、毛並みが違う。シンプルかつ、上品な感じを目指したらしい。うまく表現できているかは、よくわからんけど。さて、100均のダイソーで購入した、トップコートを使う。塗った瞬間に、透明度を感じられるところが、めっちゃ好き。曇り空から一気にスカッと、晴れた空になる感じかな。さあ次の工程は、アクセサリーパーツをつけるための、穴を開ける。
怪我をしないように気をつけて、慎重に作業を進める。畑で、パタパタタイムを終えたら、アクセサリーパーツを連結する準備を行う。今回の作品作りも、いよいよ終盤戦ということで、ここで次回作品の予告やでー。次回の作品は、もう一枚、画像を見てみよう。こっちの方が見やすいね。次の作品は、バッグチャーム。なかなかにカラフルで綺麗。そして、鳥がいるねー。不思議なオーラが漂う作品だなぁ。奥さんにしては珍しい。チャンネル登録して、動画投稿されるのを待っててくれると嬉しい。高評価やコメントも、励みになるのでよろしくお願いします。もしこの動画を今回、初めて見てくれた人がいたら、過去の動画も見てくれると嬉しい。微妙に進化しつつ、地道にコツコツ、2年続けてきたので、3年目も、コツコツ頑張ります。進化しつつ、強固な意志を持って継続すれば、必ずいつかは、良い結果が出るって、ご主人が言ってた。というわけで今回は、鉱石風のフックピアスを作る動画でした。それでは、作品完成画像と、僕の可愛い姿が見られる、エンディングまで、最後の最後まで、見ていってね。ではまた、次の作品で会いましょう。